最近ねちょっと映画のねそのグロ基準がちょっと狂っててそれこそその12月29日に見たのは1月入ってからだったんですけどね、そのサンクスギビングっていう映画があって、もうあれはもう最高、もうねマジでめちゃくちゃ好きで、あれは最近見た映画で本当にランキングに入るぐらい面白くて、それもなんかめちゃくちゃグロい、予告からしてグロい描写があるんだろうなって思って期待して見て、内容はもちろん面白くてね、グロ描写もあったんですけど、なんか多分ねグロいの見すぎてね、なんか基準が狂っちゃってるのか知らないけど、なんかサンクスギビングが思ったよりグロく感じなくて、いや全然グロいんだけどね、グロい描写はしっかりやって面白かったんだけど、なんか正直もっとグロい、もっとなんかもうすごいことになると思ってたんで、なんかその感じで見たら思ったよりグロくないぞっていう、なんか謎のね、グロかったんだけどっていう、なんか自分の思ってたグロさを下回る作品だったから、おやっていう、いやでもなんか全然そんなのもう気にならないぐらい作品が面白かったんでね、サンクスギビングね今めちゃくちゃ推してるんですよね。なんかもうあれは天才的な面白さだなと思って、本当になんかスクリーム好きな人だったらあれはね絶対好きになるなっていう、本当なんかスクリーム的な感じ、スクリームをなんかめちゃくちゃグロくして派手にした感じ、本当にそういう映画だったんでね、そうめちゃくちゃそれがさ、なんかもう初っ端から面白くてね、なんかその最初はそのサンクスギビングっていうそのね海外のやつで感謝祭があるみたいな、そのなんか感謝祭の日にそのお店がねちょっとなんか何が安くなったのかちょっと忘れちゃったんですけど、確かねなんかワッフルを作る機械だったかな、なんか忘れたんだけど、なんかそれがその感謝祭に合わせてめちゃくちゃ安くなるよみたいな、セールしますみたいな感じで歌ってて、それでやっぱ人がめちゃくちゃ集まるんですよ。でそれでもう時間のね、その開店時間前からもう人が並んでて、もうさっさと入れろって、もう海外の人ってみんな過激だからさ、さっさと入れろとかって言ってさ、まだ時間にもなってないのにどんどんこう前に出てきてねもう並ばないからみんなどんどん前にこうさ押し入ってきて、いやちょっと待ってくださいって、まだ時間になってませんからちょっとお待ちくださいって言ってても聞かないのね、ああいう人たちってねでホラー映画って大体言うこと聞かない人みんないるじゃんそれが面白いんですけど、もうそういうのでなんかどんどん前に入ってっちゃって、でちょっともう本当に開店時間前だけど、もう10分前だったかちょっと忘れちゃったんですけど、5分だったか、もういいや開けちゃえ、もうこんなに人がねいてねもう大変だからもう開けちゃえって言ってオーナーがで開けるんですけど、その時に開ける時ももう人がもう前にそのガラス張りのね入り口のところまでもう来てて、もうみんなでこうもう押すなよって言いながらもう押して、もうどんどん押してって、もうガラスにひびが入ってってね、でそのお店の人が慌ててこう開けようとするんですけど、鍵がこううまく開かなくてね、押してくるもんだからちょっと下がってくださいって言いながらね、こううまく鍵を開けようとするんですけど、そのままねその入り口のガラス張りのねドアにひびが入って、そのままドアがぶっ壊れて、もう人がワンサが押し寄せてきて、もうそのお店の人はもう踏み潰されてそのまま死んじゃうっていうさ、もうなんかしょっぱなからやるなこれと思って、もうなんかさ最初から血を見せてきたんでね、もうそういう感じでもうね、そこからはもう地獄でね、そのなんかワッフルを作るなんか機械だったからそんなもののためになんでここまでやるんだよっていうようなね醜い争いがねそこから生まれてね、もう本当にねその主婦層の人だったり若い人だったりがね、もう本当にこれは私のよとかってもうねこんなぶんどったりしてね、もうしまいにはなんか殴りつけたりとか、なんかもう暴力沙汰まで起こして、もう全部もうそんなことがもうぐちゃぐちゃに起きてね、もう人も死ぬわで殴られるわで、もうなんか怪我するわで、またハントレスやん。そうしょっぱなからねそういう感じで始まるんですよ、サンクスギビングは。もう天才だなっていう、もうしょっぱなからもうグロで始まりますって感じでね、あれがねもうね震えた、ほんと最高じゃねえかこの映画って思いながらね、うはうはしながら見てたんですけどね、もうそんな感じで最初始まって、もうあとはねそこからね
とある殺人事件が起きるんですけどね、連れてきてんじゃん。そこから殺人事件が起きるんですけど、要はあららやられちゃったの、そのままね、一体殺人鬼は誰なんだっていうね、ふうに読み解くんですけどね。もうそれもね、犯人誰だって、ね、全員疑っちゃうんだけどね、最終的にはね、お前も怪しい、こいつも怪しい、こいつも怪しいっつってそういうちょっとスクリーム的なね、その犯人一体誰なのみたいな、そういうなんか殺人鬼がね現れて、一体そいつは誰なんだろうって考えながらもう見れるっていう映画なんでね、サンクスギビングはマジでね、もう今日したいって思ってるんですよね。ハントレス、ハンちゃんね、やめた？やめておはぶね、おんのを投げんなって。痛いね。そういう、やめてみんな。くそ、軌道読まれてたな、普通に。いやマジでサンクスギビングは本当にめちゃくちゃ面白いんでね、グロ見れない人は絶対無理なんですけど、もうグロ好きな人だったらね、全然見れるグロさだと思うんで、ぜひとも見ていただきたい。マジサンクスギビングは本当に自分の中でランキング入りする、もうそのランキングもちょっとよくわかんないランキングですけど、なんか自分の中ではかなり好きというか、おすすめしたい映画とはちょっと違うな。おすすめはしたいけどね、おすすめしたいけど、多分あれを見れる人ってなかなかグロいの見れる人じゃなくて多分見れないんで、そういう意味ではそういう意味ではね、ちょっとおすすめるのは難しいのかもしれないけど、ホラー映画でおすすめありますかって言われたらサンクスギビングが絶対に押すっていうぐらい面白い。あれはなんかさ、最近のホラー映画でああいうホラー映画って本当にないんでね、いやめちゃくちゃいいじゃんっていう。やっぱ最近さ、ちょっとはんちゃん近い、最近のホラー映画はね、ああいうね、それこそスクリームみたいなホラー映画なんてないんでね、前はね結構あるけどね、最新のがないんだよね。だからその点でも、斧がその点でもめちゃくちゃいいよねっていう。ハントレス近いよ。痛い、もうやだ、やめて、やだ、おぶね、おら、どうも自分から寄ってっちゃった。なんかうまく逃げた時の限ってその次めっちゃヘマするんだよね。だからサンクスギビングがとりあえずおすすめっていうのと、あと最近見た映画でマジでめちゃくちゃこれ面白いなって思ったのは、これもおすすめしたいホラー映画なんですけど、ファイナルディスティネーションってのがねマジで面白すぎて、もうため息出ちゃうぐらいの面白さで、結構勧められたんですよね。ホラー映画でおすすめありますって自分が聞いた時に、いやこれめちゃくちゃ面白いですよって、大体全部面白いですよって言われるんですけど、その映画も勧めてもらって、いやホラー映画好きな人がこれ面白いっていうやつ絶対面白いじゃんと思って、見てみたらめちゃくちゃ面白かった。ファイナルディスティネーションは殺人鬼が暴れるよっていうホラー映画ではなく、超常現象っていうかね、その人の力ではないものによって、殺される恐怖みたいな、なんか最初に始まりがあって、めっちゃざっくり説明すると、主人公がね、学生で修学旅行で飛行機に乗るっていうね、ところから始まるんですけど、これから修学旅行だってウキウキワクワクでね、危ないよ、ウキウキワクワクで
おい地形じゃねえかよ。そう、ウキワクワクで飛行機に乗って、これからね、出発しますよっていう時に、危ないよ。そう。あ、どうもです。また自分から寄っちゃった。もうさ、自分からすぐ会いに行っちゃうんだよね。そう。もうさ、はんちゃん強いよ。やめてね。やだよ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 。いたくそー。そう。その飛行機に乗って、これから出発するよっていう時に、その主人公がめちゃくちゃリアルな余地を見て、その余地っていうのが、その自分の、乗る飛行機が爆発事故を起こしてみんな死ぬっていう、めちゃくちゃ鮮明な余地を見て、もう俺はこの飛行機には乗らねえっつって、これに乗ったらみんな死ぬぞって言うんですけど、もうみんなは何言ってんだよみたいな、なんかこいつまた言ってるわみたいな感じでなんかあしらわれちゃって、全然誰も話を聞いてくれなくて、でもとにかく自分はもう降りるぞってもう言ったからなみたいな、知らねえぞみたいな感じで、飛行機を降りて、数人の生徒がね、何人か降りるんですけど、4、5人ぐらいだったかな、そう降りるんですけど、いろいろあって降りる人もいれば、ほとんどの人がみんな飛行機に乗っちゃって、これから修学旅行だウェイっていうウェイのノリでね乗ってっちゃってその犯人じゃねえや主人公の言った通りにね、飛行機が本当に爆発事故を起こしちゃって、みんな死んじゃうんですよね。そうで、そこでなんかお前なんで分かったんだよって、そのね、飛行機が降りた生徒からやっぱ言われて、疑われるんですよ。その主人公がなんか仕掛けたんじゃねえかとかっていうね、それは当たり前ですよね、疑われて。でもやっぱりその主人公としては、いや俺はめちゃくちゃそういうリアルな余地を見たんだって、だから回避できたんだって言うんですけど、その回避をしたことによって、運命が要は変わっちゃうんですよ。本来だったら、そこで全員ね、その飛行機に乗って死ぬはずだった未来を無理やり変えてしまったことによって、そういう超常現象的なね力で自分がまたそういう危ない目に遭うっていう、それは順番にねそう死んでいくんですけど、そうでも自分もそういう風にならないように回避をしなければみたいなっていう映画でね、もうこのあらすじだけでもめちゃくちゃ面白いんですけどね、内容がもうとにかく、内容というかなんだろう、そのね、その死ぬ方法っていうかね、なんだろう、そういうなんか大体その超常現象でね、もう本来だったらありえないだろっていうことが起きるんですけど、要は不運の積み重ねみたいなのが起きて、最終的に死に至るっていう、そのね描写がね天才っていう、めちゃくちゃ面白い。でその死ぬ前にね、なんかそのね予兆みたいなのがあって、なんかちょっとこうなんか説明できないけど、なんかこう嫌なこと起きそうだなみたいな、その感覚っていうか、なんかそういう時あるじゃないですか。あれを見逃すと死ぬぞみたいな風に言われててね、それをやっぱ見逃してしまうと、その悪い予感が的中しちゃうっていうね、そういうホラー映画なんで、なんか新しい、いやそのファイナルディスティネーション自体は2005年に始まったやつなんですけどね、それがでもめちゃくちゃ面白くてね、なんかシリーズもなんか今第6作目がなんか新しく撮影しますみたいな、なんかねさっき見たんですよね、その記事を。6作目の撮影をしますみたいな、6作なんか5作あるんだね。そうだからそのさ、ファイナルデスティネーションのまたそのさ、海外特有のあれなんですけどさ、なんかタイトル名を変えないでほしい。そのシリーズによってなんで変えるんかなっていう。なんか別にファイナルデスティネーション2、3、4って出せばいいのにさ、なんかね名前変わるんですよね、また。なんでそういうことしちゃうんだろうって。そのファイナルシリーズはなんかめちゃくちゃ人気すぎて、ちょっとなんかパチモンみたいなのもあるらしくて、それもなんかそのファイナルがついてるんですよ。ファイナルホニャララみたいな。そうね、なんかそういうのがさいっぱいあって、もうなんかどれがその本当のシリーズ
のものなのかがわからなくてね、めちゃくちゃね、わかりづらいはまあなんやっていう。あ、ごめん。ごめんとか言って。そういう感じなんすよ。だから、そのファイナルデスティネーション2なんだろうと思ったら、今度はファイナルデッドコースターになって、3が何だったかなちょっと忘れちゃったんですけど、そう、なんかそういう感じにさ、してくるからさ、なんで変えちゃった名前みたいな感じでね。あれ一番困るよね。で、しかもなんならパチモンでファイナルつけちゃったらさ、もうさ、どれが本物かわかんないじゃないですか。そう。で、なんかそのパチモンもなんか5個ぐらいあるらしくて、なんでそういうことするみたいな。危ない危ない危ない。やばい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 。ダウンするダウンする。やばい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 。危な。